ってるバイクは GL500 で、年式が83年式ですね。はい。乗り始めたのは4年ぐらい前ですかね。はい。もともとはノーマルの状態で、オークションで買って、オークションっていうか、バイク屋さんがオークションで買って、でそれを、1日だけノーマルで乗って、でそっからカスタム1回目やったけどあまり気に入らず、2回目のカスタムで今の形になったって感じですね。フレームも切って、サブフレーム全部切って、そこから作り直して、で今の形になってますね。基本的に体がちっちゃいので、あんまりこうバイクがでかいとこう乗ってる感じがすごいかっこ悪いなっていうのがあって、それでちっちゃくしようっていうコンセプトで作ったって感じですね。カフェレーサーはやっぱすごい好きなんですよ。ポジション的にも突っ込んでいく感じっていうか、実際乗ってても突っ込んでいく感じはあるんで、それはすごい好きですね。一番初めにバイクに乗ったのが、9年前ぐらいなんですけど、その時は全然バイクに興味がなくて、でなんだろう問屋さん、革の問屋さんとか仕事に行くのに浅草橋とかあっちの方に行かなきゃいけないんですけど、あの電車に乗るのがめんどくさくてそれでバイクを買ったのがきっかけですかね。もともとが、前社で一緒に仕事をやってた、相方がいるんですけど、それと2人で、会社を作って、ブランド名がセブシグっていうブランドで、僕はデザインと基本ものづくりのことをやってますね。はい。で、8年前ぐらいですかね。2012年の秋冬から始まってるんで、8年ですかね。バイクはだから本当に高校生とかね、やっぱりの時とかはやっぱ興味があって友達の借りて乗ったりとかしてましたけど、でもそれからもう全然興味がなかったっていうか、今は今乗ってるのは CRM の250っていうホンダのバイク、ツーストのバイクと、あとはGL500、あと CBX1000、あとスペーシーフリーウェイの250と、あと CBX250RS っていうバイクですね。CBX250RS は嫁さん用に買ってあげたやつなんで、自分の好みって感じでもないんですけど、
他のバイクは、まあ、スペーシフリーウェイとかもそうですけど、ちょっと昔の近未来感っていう、そのなんかカクカクした感じが好きだったりとか、まあ、CBX の1000とかは、まあ、6気筒のやっぱエンジンがすごい大きい感じだったり、まあ、エンジンに惚れて買うことが結構多いかもしれないですね。今ちょうど CBX は入院中で、クランクシャフトが焼き付いちゃって、まあ、全バラでオーバーホールしてる感じですね。メインはやっぱ GL500 ですかね。やっぱすごいちっちゃくできてるし、まあ街中特にね、この原宿とか、まあ、代官山とか目黒とかを通って通勤するんですけど、やっぱり車がすごい混むんで、まあなるべくこう抜けれるような小ささにもしたかったんですよ。だからなんかあれがやっぱり一番取り回しもいいし乗りやすいですかね。うん。トラブル多いですね、 GL はやっぱり。あのまずなんだろう、ラジエーターが貧弱すぎてなんだろうな、すぐ爆発しちゃうんですよ。で、まあ、毎回それを買い替えて、中古品をまた買い替えてつけなきゃいけないんですけど、まあ、年に1回ぐらいはやっぱり爆発しますね基本的には自分がやるっていうのは信用できないのでなので、まあ、バイク屋さんに任せて直してもらったりとか、まああんまりなんだろうな、大怪我じゃなきゃなんか自分でやったりもするんですけど、基本的にはバイク屋さんに全部やってもらいますね。もともとやっぱりノーマルはGL500 カスタムっていうやつで、ちょっとなんだろうな、昔のおじさんが乗ってるようなポジション、こういう感じので、まあ、全体的に見るとでかいんですよ。なんですけど、もうタンクも全部、タンクとか、まあ、シートとかももちろん全部やり直したんで、それでまあかなりちっちゃくなってる感じはしますね。音はサイレンサーがもうバイク屋のその辺に転がってたやつをカスタムしてつけてもらったので、結構面白いっていうか、なんだろう、金属音と排気音が混ざったような音がしますよね。うん、もう完全にキャブが今ちょうどなんだろう、梅雨時期だし湿気も多いし、セッティングが合ってないっていうのはありますよね。うん。あと夏はやっぱり GL は電動ファンをつけてるんですごい熱くなるんですよ、膝がそれはちょっときついですかね。うん。もともとはあれなんだっけ、なんかシャフトがエンジンから出てて、そこにプロペラがついてるんですよ。でその先にラジエーターがついてて、でそのなんだろうな、軸がすごい弱くて、そのファンがこう歪んで回るんですよ。でラジエーターを傷つけちゃってホース切っちゃってみたいな、それでオーバーヒートすることが多かったんですけど、それを解消するために電動ファンにしてで作ったんですけど、まあ熱いっていうち
なみにたくさん持ってるじゃないですか。はい家族的にはどう見られてるんですか？まあでもバイクを嫁さんはやっぱ認めてくれてるんで、なんでまあなんだろう、僕とバイク屋さんが話してるところに嫁さんがたまたまいて、でなんかすごい楽しそうに話している風に見えたらしいんですよ。でなんかバイクって楽しいんだねみたいな感じで、私も免許取ろうかなみたいな感じで嫁さんも免許取ったんですよ。だからまあそれぐらい許容がある人なんで、うん、まあでももうこれ以上は増やさないとは思いますけどそう、まあ、一つなんか CBX っていうのは目標ではあったんで、だからまあ今はすごい欲しいなって思うバイクはそんなにないですかね。うん。バイクはやっぱり仕事にもなってたりとかもするし、まあ、友達とかつながりにもなってるし、まあなんかほんと生活の一部だったり、なんか自己主張のツールだったり、なんかまあそういう本当なんかいろんな局面を見せてくれるというか、すごい面白いんですよね。やっぱカスタムをして、そうですね、デウスの大会で一般投票で1位だったんですけど、それからやっぱりすごい表参道の交差点とかで話しかけられたりとか、写真撮られたりとか、あと渋谷の明治通りの渋谷のバス停のおじいちゃんにめっちゃ気に入られたりとかそういうのはありますよね。CBX は本当に、まあ、GL もそうなんですけど、やっぱ年配の人たちがすごい好きみたいで、まあ CBX でツーリング行ってると、まあ、CBX はあそこまでカスタムしてる人も多分いないと思うんですよ。基本みんなノーマルで綺麗に乗るって感じだと思うんですけど、まあ、そういうあんまり概念がないんで、もともとバイクが好きじゃなかったっていうか、まあ、特に気にもなってなかったんで、まあ、旧車はすごいかっこいいなって思うんですけど、なんかきっと誰かが一緒のものに乗ってるなって思っちゃうんで、だから誰も乗ってないものを作りたいっていうので、なんか CBX とかもカスタムしたんですけど、やっぱり外人さんとかにもよく写真は撮られますね。僕の周りだと結構本当カスタムカフェレーサーの友達とかもすごい多いんですよ。やっぱりその人たちの匂いとか味が出てるバイクに仕上がってるんで、それなんかすごいかっこいいなとは思いますね。なんか旧車が好きで、まあ、旧車をノーマルで綺麗にすごい綺麗にして乗るのもまあ一つバイクの乗り方だし、まあ、それは全然かっこいいなとも思いますし、まあ、本当に好きなものがあるんだったら好きなものに乗ればいいと思うし、まあ、旧車ってまあかなり幅が広いですけど、人気車種だけじゃなくて不人気車種もやっぱり旧車じゃないですか。まあ、GL もすごい不人気車
だし、なんかでもそれを自分色に作り直すっていうのも一つ醍醐味だったりするかもしれないですね。なんか GL はバイク乗りじゃない人が見てもなんかなんか物として多分すごいこう奇跡的に完成されてて、デザインも別に絵で描いたわけでもないし、たまたまタンクがいろんなのがあって、この四角っぽいのいいなっていうので、RD の50のタンクを溶接し直して載せてるんですよ。でそれに合わせてテールとかも作ったりとかしてるんで、なんかたまたま出来上がった感じなんですけど、やっぱり本当バイク乗りじゃない人が見てもすごいかっこいいっていう話にもなるし、なんか面白いですよねそれは。